俺ケンこの感じ初めてだよ番組見てたけど全部見たよねここまで翻弄されてるこれRelax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Hello everybody, welcome to Downtime with Ken. Downtime with Ken へようこそ。今回のゲストは東京の Joy Opposites が来てくれました。今日はよろしくお願いします。東京の東京でいいの？東京じゃないですか？東京じゃない。一人も今日から東京にしようか。東京にしよう。なんかスタイリッシュだからね。なんか最初にちょっと自己紹介、パートとちょっと自己紹介の方お願いします。はい。では。ドラムのエイジです。慣れない感じだよ。ドラムのエイジです。素晴らしい。ギターとボーカルのアダムです。イエーイ。聞こえたかな？ファッキー大丈夫か？こんなもんなんで。そうサウンド的にこう意識した部分とかあります？レコーディングだったり作曲の面で。多分アルタナティブロックじゃないですか。多分なんか大きく言うと、なんかなんだろうね、まあポップパンクではない。グラインドコーでもない。でもなんかそうだね。なんか多分曲作ってる時、まあ曲作ってる時だけじゃないね。なんかいつも聞いてるのはアルタナティブロック。俺は多分。で多分みんなそうだね。それでやったんじゃん。多分その一番ベーシックにあるのはメロディーがどれだけ気持ちいいかみたいな。だからバックをシンプルにするみたいな。なんだろうな、普通にバッキング弾いて歌ってても成立するぐらいのメロディーにしたい、でそこに俺らがこうどんどん楽器で足していくじゃないけど、なんか鼻歌が歌えるぐらいのキャッチーさかな。ちなみに俺はベースラインが残ってる。今の話とかメロディーだっつって作曲のこうやり方ってバンドによってその過程みたいなのってみんな違うと思うんですけど、ジョイオポジットの場合ってどういう風に作曲していくんですか？いつもライターの山形ライターの山中にそう全部作曲このスタジオで作ってもらって、送ってもらったやつをコピーする。ストマックハードディスクに入ってる。そうあれクラウドでしょ？ストマッククラウドに入ってる。これテラバイトに換算すると100テラバイトぐらいある。熱にすごい強い。まあでもみんなで作ってる感じだね。なんか自分のパート作ってパスして、他の人が自分のパート作って、なんかそういう、結構そういろいろあって、例えばアダムがバッキングと上物とメロディーまで考えてパスしてくれる、でそれにドラムつけてベースつけてっていう時もあるし、俺がバッキング考えてアダムに送って上物メロディーでイムランはイムランで全部ドラムまで考えたやつで送ってきて、だけどベースとドラムは全部入れ替えちゃうし、もちろんアレンジもしていいよっていう、なんか今年に入ってアルバムの曲作りしてる時に目標としては1ヶ月に3曲もう完全もうなんだろうね、ハーモニーとか全部入れてパーフェクトな感じにして、まあ1ヶ月3曲にしよう。だからまあだいたい1週間ちょいでできたらいいなっていうね。だけど ほとんどそれはできてたから、できたね。そうだね。ね、その曲をたくさんストックしてそのチョイスできる状態にしたかったんだよね。そのバンドのやっぱりまだ核がない状態でってことはいっぱい書かないと自分たちっていうのが見えてこないじゃん、もう10曲しかないってやっちゃうとそれしかないけど、それは結局トータル20何曲デモができた状態で、そこからチョイスする、なんかその弾いていく作業、引き算の作業がすごい多かったんだと思う。そのアレックスにしてもそうだけど、
アレンジするときに足してこうじゃなくて、ここはよりシンプルに、ここはもう倍もいらないとか、リズムももっとハーフで取っていいとか、はいはいはい、なんかすごくだからメロディーをどう押すかじゃないけど、それに対してみんなで考えた感じ。大丈夫ですよ。今の答え大丈夫です。最高。でもスタジオ606は言っていいけど、その場所はなんかちょっとシークレットプレイスとか、そうなんか行くと書いてないんだ。なんかのエンジニアリングの会社、そう俺らの看板が書いてた。サンズバナキみたいな GPS に入れて行ったんだけど、ここだよねみたいな、全然わかんない、外見は。やば、うちと一緒。そうだよ。そうだよ。成功者。そうなんか臭い竹下通り竹下通り歩いてきて、うわこんな土曜日にこんな混む日になんでこんなとこ歩いてんだろうねって言いながら、このビルディング入った瞬間に現実って思って山中がいそうな雰囲気。行く前にアレックスと連絡取ってて、デモを送って、その時点でアレックスの提案があった。こうした方がいいんじゃないのとか、俺はこの曲に対してこう思う、で例えば1、2、3、4、5、6って書いて、こうした方がいいんじゃないのって考えといてって言われて、で行ったら本番の前に1週間プリプロがあって、でその辺のボイルハイツっていうなんかメキシコ人がいっぱいいるエリアがあって、でボイルハイツの中にイーストサイドスタジオっていうスタジオがあって、でそこでプリプロやって、アレックスがやっぱもう一回その意見を出して、でバンドでもう演奏しながらこうした方がいいんじゃないのみたいなことをやった。アレックスとやってた時もアダムとイムランはいなかったし、俺はアレックスとマンツーでやってて、だけどなんだろうな、そんなにじゃあハマってアダム呼んでこないと進まないなんてことはないし、ほら分かってくれるじゃん、俺らの英語力も。で俺らが例えば単語で言っても向こうはじゃあこういうことなのかなって、で俺らもなんか聞いてて、こういうことなんじゃないって、やってみたら OK、行こうみたいな。でもすごいね、みんなに助けてもらって、ドラムのチューニングも俺とアレックスでマンツーというか、なんかほとんどエックンがやってたから、いやもうぬるっとトモヒロの話とエックンの話は、トモヒロは全然できてたよって言って、だけどエックンはいやみんなに助けてもらってありがとうございます。前のバンドでいたファンたちと、こうやって今新しいバンドのファンたちがどうしてもサウンドが違うと、少しこう恐怖みたいなのがあると思うんですけど、そういうのってその感情的なもしかしたらないかもしれないんですけど、大丈夫自信ってことです。大丈夫もう37歳だからキレキレだな。大丈夫、なんかもういいじゃんってなんかいい大丈夫、もう大人だからそれぐらい多分その音楽にこう自分これプライドではないですけど自信というか、いいものだっていうことがそうですよね。もうこれ良くなかったらもうなんだろう、どっか仕事しないといけない前みたいな音を求められる人は多分がっかりすると思う。でもそれでいいよ、別にがっかりしといて。なんか俺らは好きなことやってて、その誰がいいって決めるかっていうと、それは俺らじゃないの。そうだね、だから俺らが納得すればいいって話だと俺は思う。それはなんだろうね、調子に乗ってるもちろん感じじゃなくて、普通にそれは誰一人も聞いてなくても俺らは多分バンドやってる、だからその好きな人がいてくれるのはすごい嬉しい話なんだけど、なんか離れる人もいるのは多分俺らもね、心の準備はできてるから。なんだろう、アルバムが変わっても同じことがあるじゃん。じゃあ前のアルバムが良かった、そうだね、この方が良かったっていうのと同じ、なんかこうその時だってそのバンドは
いいと思ってやってるわけで、俺はこれがいいっていう新しい試み。そうだけどまあさらに俺らは新しいバンドを始めて新しいメンバーでやってるからもっとあるんだけど、なんだろう、ついてきてくれる人が多ければ嬉しいし、だけど新しい人にもさらに聞いてもらえるんじゃないかっていうなんか可能性も感じるし、だからなんかそういう意味で言えば多分楽しみ、怖いっていうより書かれている。そうね。でもメッセージはないんだよね、実は。メッセージは俺がみんなにメッセージを伝える立場にいる人じゃないと思う。だから歌詞の内容は大きく言うと、そのアルバムのテーマは人間であること、人間の気持ちとかいろいろ、なんだろうね、そうだね、気持ちについての話なんだけど、でも多分歌詞を読んで、この曲はこういう気持ちについてとか、こういう状況についてとかは多分分かんないと思う。まあネヴァーナもそうだし、デフトーンズとかもなんだろうねって思う。で読めば読むほど自分なりのなんだろうねストーリーができちゃうと思う。その聞いてる人、でそれを狙ってた。俺それ狙ってたっていうか、そういうやり方だったもともと。で今回もそれに戻った。別にこれ伝えたい、こういうストーリーとか、じゃなくて歌詞を聞いて歌詞を読んで自分で考えてほしい。それすごくわかります。かっこいい。せっかくいいこと言った。最高。それが Joy Opposites。今回和訳してもらって、その和訳もあるんだけど、まあ俺その和訳そこまで読んでない読めないっていうのもあるけどそれはその人がそれを読んで感じたことだと思う。だからその和訳を読んでもなんだよ。俺も和訳しようかなと思って。いやでも俺なりの和訳、それが狙いなんだよ。面白いよね。それ自分なりの和訳確かにはあると思う。だから一回落ち着いてください。一回落ち着いてください。もう楽しすぎてごめんなさい。一回俺ケンこの感じ初めてだよ。番組見てたけど全部見たのね。ここまで翻弄されてるんだ。これ左見ればいいのか右見ればいいのか。こないだ行くべきだったね、俺ね。行くべきだったよ。そうごめんね、予測不能だったでしょ。それを番組で言うことでは一回戻そう。これいつもこの番組に出てもらってるバンドには聞くんですけど、思い出に残っている自分が行ったライブだったり、こうバンドカルチャーでいうとマーチ、買ったマーチっていうのが多分こうみんなあると思うんですけども、なんか思い出に残ってるライブと物販ってなんかあります？ライブはすぐ思いつく。多分1998か9ぐらいの時にベインがイギリスに来て、で俺がその時パブの上にある部屋でライブしてるベインを見て、多分30人ぐらいしかいなかったけど、それが俺の人生で本当に一番ベストなライブだ。パフォーマンスじゃなくてリアルこれがベインライブみたいなっていうのがすんごい伝わって、もうその時からもうずっとベインが大好きで、もう本当にそれが一番印象に残ってるライブだね。何歳ぐらいの時？俺その時は18でしょ。8か9。そのライブが良かったかは覚えてないんだけど、ノーエフが赤坂ブリッツに来たことがあって、なんか知んないけど裏に入れたの、バックステージまで。そのレーベルの人かなんか知り合いだったかなんかで行ったら本番前にすげえグダグダしててマジこれって思ったのが出てきたんでね、今の質問聞いて印象に残ってそう
なんかみんなこうなんか好き勝手ダラダラやって酒飲んでるし、だからそのままいけるっていうことじゃん、だからそれはすげえなって思うし、まあそれがノイフェックスそうってことだね。の良さっていう。H は俺どう思いはますか？じゃあまずアダムに初めて会った日が結構印象に残ってて、そのなんかの時渋谷で初めて会った。ああ、そうギガン？いや違うエッグマンかなんかだったと思あ、そうね。でそれでその時に初めて話した会話がconversation っていう単語についてそうコンバセーションって会話ってことだよねって話をしたっていうのすごい覚えてます。そうなんだ。それはすごい覚えてる。それ俺いた気がするな。いたじゃないですか。渋谷でしょ。エッグマン。いや多分ギグアンですよ。ギガンだと思う。そう、俺もそう。エンズとかファクト、ネイチャーリビング。あでしたね多分。確かにね。もう本当先輩方が出ててみたいな。先輩なんてやめてくださいよ。あともう一つは友弘、千葉ルックでチェンジアップの時に、そう最初友弘の弟さんのバンドビッグハウスっていうバンドでを見に行ったのがきっかけでその次にチェンジアップを見て友弘がいて、すげえバンドが千葉にもいるんだなと思って。弟のお父さんって聞こえて弟さんね。お父さんというわけで今回のゲストは醤油オムジッツの皆さんでした。ありがとうございました。最高ありがとうございました。